よし、今日も大野やっていくぞ。さて、お相手さんはどう動いてくるかな。なんで、あーしは何も悪いことしてない。おはようございます。春日部つむぎです。ここ1ヶ月、何でもグラボが問題で落ちることが多かったみたいなんだよね。あーしの場合は録画設定とかで負荷がかかっちゃって落ちちゃったかもだけど、しかもスランプ気味で負けちゃうことも多くてさ、まったく自分が嫌になっちゃうよね。でもつい先日修正パッチが来たから嬉しいね。各師団のバランスとかも結構変わったみたいなんだよね。そろそろ大規模 DLC も来るみたいだから楽しみだな。さてさて、今回使っていく師団はオランダの装甲師団 4E だよ。なんて呼べばいいか迷っちゃうけど 4E って言い方が呼びやすいから 4E ちゃんって呼ぶね。この師団は5パンツァーととっても似てるよ。双子みたいな師団だね。レオパルト2が使えるのは5パンツァーとの共通点だけど、中身は結構違うところがあってね。一番強いレオパルト2が1カードしか入らなかったり、代わりにコスパの良い B 型が使えるよ。どっちも砲の威力は変わらないよ。違うのは装甲圧だね。あとは 203mm 砲が優秀だったり、クラスターが使えるよ。戦車師団でありながら確実に敵戦車を破壊できる手段を有しているのは強みだと思うんだよね。逆に欠点なのは AT ヘリやロケット持ちのヘリが一切ないことだよ。ヘリは弱くても存在しているだけで脅威になりうるから、これは大きいデメリットかもね。アーシの全体的な評価としては5パンツァーからヘリをなくしてそれ以外の部分を強化したみたいな師団だよ。もちろん上位互換というわけじゃないから単純に比較することはできないけどね。アーシのデッキは画面にある通りだよ。そこまで編成に幅があるわけじゃないからみんな似たり寄ったりになるんじゃないかな。こんなところかな。それじゃあ早速本編へレッツゴー。始まりました。マップはデスロー。ランクマにあるマップだとこれが一番狭いんじゃないかな。ちなみにだけど次のシーズンのマップ投票はこんな感じになっているよ。この表によればデスローは4番目に人気のないマップだね。次のシーズンでは遊べないからちょっと残念。お相手の方はストライクチームに名を連ねる方だよ。とっても手強いだろうね。さてさて、相手の方が選んだ師団は101空挺だね。ヘリがたくさん出たり強い歩兵が使えたりする師団だよ。特にアパッチは爆速で AT ミサイルを飛ばしてくるからスモークを散布しても間に合わないことがかなりあるよ。戦闘機を使ってでも優先的に倒したいね。次に作戦計画についてお話ししていきますね。つむぎ大佐、こちらが目標の偵察写真です。ありがとう。ずんだもん、そこまで照れなくてもいいのにさ。右翼に行きたい気持ちは山々だけどその気持ちをぐっとこらえて左翼に部隊を配置するよ。お相手は強いよ。序盤からラッシュを狙ってくるに違いない。まず敵の攻撃を跳ね返す必要があると考えたよ。もし敵が左翼の攻撃に乗ってこないならアッシは左翼を押すよ。厳しかったらすぐ撤退するけどね。右翼は防衛に回すよ。右翼を押されるとしんどいけど左翼を攻撃されるよりはマシな気がするんだよね。右翼には CV を隠せる場所もあるから地形をうまく利用したいね。終わり。シンプルな作戦だったでしょ。これが実際の部隊配置だよ。左翼の対空部隊をどうするかが一番悩んだけど対空機関砲が活かせる森が狭くて狙われやすいんだよね。今回は万発を採用して建物に潜ませることにしたよ。お相手の方も準備ができたみたい。それじゃ実戦に行くよ。敵のヘリ部隊が見えてきたね。ものすごい数だ。前方にリトルバードが4機、後方に対空ヘリが3機控えているよ。戦闘機は買わなくて正解だったかも。左翼のチヌークはスティンガーの展開が間に合わなくて落とすのは無理そうだよ。チヌークは ECM 持ちでもあるから地味に厄介なんだよな。でも予想に反して左翼に大規模な部隊が迫ってきているわけじゃないね。エアロライフルズに 25mm 砲で圧力を加えつつ対空も前に出して敵ヘリの接近を妨害するよ。あの歩兵を倒したら左翼のフォックストロットに向けて攻撃を仕掛けてみようか。中央
力はリトルバードが迫っててまずいことになってるから、なんとか隠さないとね。左翼に敵 M1IP エイブラムス CV。 レオパルト2が前線にいるけど、この戦車ならエイブラムスの砲弾は怖くないよ。デルタを叩きつつ前進しよう。左翼のフォックストロットに CV を入れることに成功したね。でもあのエイブラムスはスモークを散布して後退しただけだから占領しきれない。中央は相手に取られているからポイント的には優位を握れていないよ。ついにアパッチも出てきたね。厄介だ。対空機関砲を前に出してもすぐ倒されちゃうし、出すならスティンガーだけど間に合わないね。こちらも増援が到着して戦車が2両になったからこのまま優位を保ちたいな。あ、レオパルト2がイーブラムスに側面を突かれて爆散しちゃったよ。これは本当にまずいね。何より超重要な戦車がやられてもう後がないだろうと敵に察知されちゃったのが本当にまずいよ。レオパルト2は側面が柔らかいからこういう事故が起こりやすいんだよね。でもちゃんと側面を確保していなかった足のミスだよ。大丈夫、2両ともやられちゃったわけじゃないからもう1両のレオパルト2で応戦するよ。ついに敵ヘリボーン歩兵もやってきたね。撃墜は難しそう。敵の ATGM がミサイルを発射したのだ。どうやらここまでみたいだね。スモークを焚いてか乱するよ。エイブラムスはスモークを使い果たしたように見えるからあともうちょっとだったんだけどな。でも囲まれたら勝ち目はないからね。左翼の戦いが忙しくて見えてないけど拠点を奪取することに成功しているよ。長続きはしないだろうけどこれで多少妨害できるんじゃないかな。よし、今がチャンス。スモークを利用してハンビートを撃破。下がっていっちゃったね。あそこまで繊細に運用するとは相手もただものじゃないことがわかるよ。クラスター機を飛ばしてあのエイブラムスを狙うよ。撃破。101空挺は戦車の数が限られているからこの1両の損失は大きいはずだよ。相手の方は連度も上げているからね。フォックストロットは取られちゃったけど体勢を立て直して右隣の拠点レコーに部隊を回したいね。上空に待機させていたクラスターに命令を下してあの CV ブラムスを狙うよ。スモークでよくわからないけどおそらく撃破できたんじゃないかな。でも大量の対空ヘリでクラスターも落とされちゃったね。前線に戦車が合わせて4両も到着しつつあるから戦車の数では優位になっているはずだよ。エコーにも CV を入れてポイントも稼ぎたいですね。こちらも CV こそ入れたけど相手の戦車 CV も左翼から移動してエコーに入ってきたね。203ミリ砲で排除したいけど正確な位置を特定するのは難しいよね。敵の CV が右翼のアルファに入ってきたよ。これで CP の収入が止まっちゃったな。中央か右翼かどちらかに戦車を集中して敵の戦力を削りたいね。特に右翼は視界が足りない。自動でスモークを散布しようとしてたみたいだけどね。角度が悪かったのだ。歩兵を先に出して視界を取るべきだったね。森に潜む ATGM は本当に見えないな。ひたすら何度も戦車を出して左翼の ATGM の位置を割り出すよ。 ATGM を置ける位置は限られているだろうから203ミリ砲で狙えるはず。敵機襲来、識別確認、爆撃機なのだ。3機も飛んできたね。アイホークは買ってないから迎撃は難しいかな。すごい数の爆弾だ。正直焦ったけど歩兵は配置してなかったから安心だね。1つあたりの爆弾の搭載量は 227kg だからそこまで怖くないよ。どうにか撃破されずに済んだね。こちらも砲兵で戦車を狙っていくよ。肉薄した歩兵が CV 戦車を見つけたからクラスターで攻撃するよ。いけ。同時戦車も動いていなければ撃破できるはずなのだ。 CV イブラムス撃破。でもさすがにクラスターも落ちちゃったね。戦闘機3機を出撃させてアパッチに突っ込むよ。右翼は敵歩兵に肉薄されちゃったけど今は敵の戦力を削るのが先決。4位の戦闘機 F16 のミサイルは2発同時発射だからヘリにとても強いんだよね。3機目も撃墜したのだ。これでかなりの敵戦力を削いだんじゃないかな。今は右翼の奪還に
注いでいるよ。同時に砲爆撃で確実に相手のユニットを削って勝利に近づけるよ。左翼の防備が不十分だからいつ攻撃されるかヒヤヒヤしてるけど、理由だったらいいな。大丈夫なのだ。紬さんはかのマウリッツ。ファン、オランエ将軍が欲したハーブに生を受けた指揮官なのだから。あはは、照れちゃうね。 ATGM はとにかく厄介だからなるべく食らいたくないね。そろそろ時間も迫ってきているから敵の CV も倒さないと。右翼は占領できたけど敵の奪還部隊が迫ってきているのがわかるね。優位を確保するためにもっと側面を取りに行きたいけど戦力を集中させて対応するよ。相手の狙いは CV をねじ込むことで CP 獲得を妨害することだからね。未だに有利なポジションは相手に取られたままだけど戦車の数も全体的な戦力も足優位になったはず。このまま押し切るよ。203ミリ砲命中。中央の戦線が移動しているね。相手の CV が以降からいなくなったことがこれでわかるよ。これでプラス4、勝利へと駆け抜けていくよ。敵機襲来。さっきと同型の爆撃機なのだ。同じ場所に来たね。でも今回も歩兵は置いてないから損害は警備のはずだよ。でも爆撃される箇所が少しでも間違ってたらアイフォークが消滅してもおかしくなかったね。小さな爆弾でも撃破されうるからね。同時に敵の CV も入ってきたね。砲撃で常に圧力をかけ続けるよ。203ミリ砲は戦場の女神だ。アパッチがまだいるのだ。敵の対空砲火が激しいけど攻撃する？もちろん。猛将つむぎちゃんモード。これ以上のチャンスはないよ。やったね。最後の一押し、レオパルト1をたくさん突っ込ませたよ。ここで相手が投了を選択。本当に GG でした。戦ってくれてありがとう。とっても楽しかったです。いてくれてありがとうなのだ。またね。